皆様こんにちは。リカチャンネルへようこそ。今日は私もみんなもきっと大好きなアメリカンアップルパイの作り方をご紹介しようと思います。こんなに 1.5 キロなんですけれども、取れたての美味しいリンゴを使ってパイ生地を作って、下に敷いたパイ生地の上にどっさりリンゴを乗せて、さらに上にパイ生地で蓋をしてダブルクラストという方法で美味しいアップルパイを作っていきたいと思います。とってもシンプルなアップルパイで、アメリカではお母さんが時期になると何度もキッチンできっと焼くお菓子だと思います。私もこれがお家にあるとテンションがかなり上がるのでおすすめです。では始めていきましょう。まず材料のこのりんごについてなんですけれども、一番のおすすめは紅玉と書いて紅玉と読むちょっと小ぶりな真っ赤なりんごです。紅玉の何がいいかというと、酸味がしっかりしていて美味しい。りんごのお菓子ってちょっと酸っぱい方が美味しいので、程よい酸味があり、あと加熱した時にりんごによってはクタクタにジャム状態に崩れてしまうものもあり、あとジュースがいっぱい出るのにりんごが全然形が崩れてくれなくって、スカスカのりんごとジュースに分かれてしまうりんごもあるので、程よく煮崩れて形も残って酸味があって甘みもしっかりというのが紅玉なんだと思っています。代替えとしてメジャーなところでいうとジョナゴールドもおすすめです。あと全国展開がわからないんですけれども、ひらがなの姫神っていう品種もあります。あともう一つ今回初めて使ったんですけれども、今日は茜っていうものを使ってます。茜は黄身が細かくって少しソフト気味で酸味がしっかりあるものだったので、今日はこれを使っていきます。では始めていきます。アップルパイ作るとき結構道のりが、生地を作って2時間置いてリンゴを入れて焼くのが約40分、そこから 1,2 時間置いてからなので、ちょっと食べ頃を考えて作り始めてください。翌日でも十分美味しいです。で、今日は少し斜めになっているいわゆるパイ皿を使います。ここの空いている部分が直径22センチのものを使っています。陶器とかガラスでも美味しく焼けますので、型はあまりこだわらず気分が上がるものを用意して一つ持っていたらいいかなと思っています。私は結構長年これを使っているので、そしてこの中で切ってしまうので傷だらけですが愛用品です。これを使っていきます。そして材料です。粉なんですけれども、サクサク感、軽さを出したいのとザクザク感を出したいので2種類混ぜています。薄力粉と半分の量の強力粉、あとグラニューとお砂糖、お好きな茶色いものに変えても大丈夫です。あとお塩、植物油なんですけど、こちらを入れることでバターだけよりもかなり軽いサクサクの食感になります。今日は香りのしない国産のごま油を使っています。自分が使って心地いいなと思う油を使ってください。サラダ油でもできます。あとはすごい量のバターです。バター、これは、あらかじめ切って冷蔵庫で冷やしておいてください。あと冷たいお水に酸を入れたいので、お酢かレモン汁を入れてください。特にりんごのケーキなのでりんご酢を使っていますけれども、あまり癖のないお酢かレモン汁を使ってください。では作っていきます。大きなボウルに粉を入れます。振るわなくていいです。全部入れます。塩、砂糖、ここでオイル入れちゃいます。よいしょ。ちょっと混ぜちゃいます。全体になじませます。こんな感じです。混ざればいいです。この
の状態のところにバターを入れてしまいます。さあ、で少しなじませます。なじませたらスコーンの時と同じなんですけれども、これ潰していきますが、ちょっと量が多いので今日こちらを使っていきます。バターを小さく切ってそこに粉をまぶしていく感じですね。ここフードプロセッサーでやりたいなと思うかもしれないんですけど、結構大小いろいろな大きさのバターが残って中に含まれている方がパイ生地美味しくできる気がするので、私は頑張って手でやります。少しずつちっちゃくなっていきます。はい、だいたい細かくなってきたら手で確認していきます。こうして細かいものの中に大きめなものがあったら潰していきますね。こんないろいろな大きさが含まれてます。これで真ん中開けてお水一気に入れてしまいます。崩して混ぜていきます。これもザクザクザクっと切りながら切ってとにかく切っていく。少しずつ馴染んできてます。粉っ気がなくなってきたら終わりです。こんな状態です。そしたらちょっとまとめて切って重ねてギュッ押します。そしたらまた90度ひっくり返して回転させて切って重ねて押します。ギュッ切ってこの断面が層になっているはずです。これで次で終わりにします。ギュッ、これで半分に分けておきます。生地を下用と上用に分けて冷やすので約360ずつに分けます。そしたら次寝かせておくんですけれども、後で丸く伸ばすのでこの時点で丸い状態で寝かせておくと少し後が楽だと思いますので、ラップを使ってここで丸くラップを形作っています。手早く熱で溶けないようにこうですね。四角ではない状態2つできましたので冷やしてきます。カチカチって硬くなるまで 1,2 時間冷蔵庫で冷やしてください。では次に中に入れるフィリングを作っていきたいと思います。リンゴのフィリングで材料はかなりシンプルなんです。こちらのリンゴとお砂糖、今日は2種類にしているんですけれども、グラニュー糖メインでちょっとシャープな甘みと柔らかい風味と甘みを出すブラウンシュガーを混ぜていますが、こちら全部茶色いお砂糖でもいいですしグラニュー糖にしても構いませんので、お好きなお砂糖で分量合わせてください。そしてアップルパイといえばスパイスです。シナモンメインにナツメグとオールスパイスを混ぜていますが、アレンジしたい方、あとシナモンちょっと苦手という方は抜いてしまったりいろいろとアレンジしてみてください。まずリンゴを切っていきたいと思います。やり方としてはお尻を2周、頭でもいいんですけどざっと頭のところを1周したらこうですね、こうして剥いていくと早いんです。
をただひたすら全部いきます。半分をちょっと耐熱の容器に入れて平たくしてレンジでチンするので、先に半分やりますね。第1弾、半分を電子レンジにかけてしんなりさせていきます。ふんわりラップしていきます。加熱したりんごを冷ましておきます。ちょっとだけ水分出てるので、これを避けておけばいいと思います。こんぐらいでいいです。ちょっとこちらに入れちゃいます。フライパンで油も何も敷かずにちょっと蒸し焼きのようにして、焦げつかないフライパンであれば加熱してもいいです。これ冷ましていきます。でここに切っていきます。残り頑張れ。これを早速混ぜていきたいところなんですけれども、りんご、フルーツにお砂糖を加えてしばらく置いておくと、水分、ジュースがどんどん出てきてしまうので、パイ生地をパイ皿に敷いてりんごをのせる準備ができたところで全体をあえて入れていきますので、先に先ほど作ったパイ生地を型に敷き込んでいきたいと思います。伸ばしていきます。底の角がちゃんとフィットしているように押さえて、戻し気味にして押さえていってください。こうです。もう一つの生地も蓋をするので一回り大きく。そうしましたらここにりんごを入れていくんですけど、水分が多くてぐじゅぐじゅになってしまうのを少し緩和させるためにオートミールを敷きます。もしご自宅にオートミールなくってそのために買うっていう方はなくても大丈夫ですので、あればぜひ使ってください。20g です。こんなもんなんです。いよいよ仕上げていきます。りんごにグラニュー糖を入れます。お砂糖も入れます。スパイスも入れます。そしたらゴムベラでざっくり和えます。これぐらい混ざって、ちょっとスパイスの塊とかがないように丁寧に和えてください。そしたら入れていきます。端まで。この時のジュースはもう入れてしまってください。 OK、 こんなに入ります。ここに、バターをのせていきます。ドット状に。これ冷たくなくって
も常温でも大丈夫です。やりやすいように全体にコク、うまみを出していきますので必ず入れてください。OK、最後この生地ものせていきます。端からのせてなじませたら手の熱を少し利用して蓋をしてなじませます。手に粉をつけます。急いでます。そうしたらこうして全体にツヤ出しで牛乳を塗ります。これ卵液をよく塗るんですけれども、卵残っててこのためだけに使うっていう人が少ないかな。牛乳でも十分ツヤが出ますので牛乳を塗ってください。ここにあんまりたまらないようにだけ気をつけて少し縁にも塗りましょう。これまたあればなんですけれども、トッピングシュガーってグラニュー糖のちょっとザラザラっとしたザラメのような形状のキラキラシュガーが売っているんですが、クッキーの周りにつけたりいろいろ飾りに最終で使います。ない方は普通のグラニュー糖でいいですので上から振ります。空気穴開けていきます。いくつでも大丈夫ですがある程度、私は上にもこれで焼いていきます。うまくいきますように。でかなりジュースが出ますので下にアルミホイルを敷いて鉄板をカバーして焼くとあとお掃除が楽です。190度のオーブンで10分ガンとある程度高熱で加えたら、あと175度でオーブンによるんですけれども50分、様子を見て足りなければ10分と足してこんがり美味しそうな焼き色になるまで焼いてください。楽しみです。オーブンに入れてきます。生地をつなげるときに穴が開いていたのかなと思うんですけれども、大さじ2杯ぐらいのジュースが下に出てアルミホイルしていてよかったという感じの3時にはなっていましたけれども、無事に焼き上がりました。でっかいアップルパイ、大きなアップルパイ焼き上がりました。今まだ熱い状態なのであと1時間ぐらい置いて少し落ち着いてから切ってみたいと思います。切るのが難しいパイ切っていきたいと思います。だいたい1ピース目はダメになると思ってていいと思います。アップルパイはアメリカを代表するデザート。日本のお味噌汁や肉じゃがのように各家庭のレシピがあって、世代によって少しずつアレンジを加えて受け継がれていくお袋の味なのです。ホストマームが大切にしていた手書きのレシピカードの中から教えてもらった秘伝のレシピ、一緒に初めて作った時のリンゴの量と思いのほかシンプルな工程、そして漂うシナモンの香りと焼きたてのパイの美味しさといったら、なんだかすごいぞアメリカという衝撃はいつまでも忘れません。それ以来虜になった秘伝のレシピを私なりにアレンジしてこの度大公開です。ちなみに英語では生粋のアメリカ人だよねという時に He is as American as apple pie なんて言ったりするんですって。クリスマスのケーキもアップルパイがダントツ人気っていうのもちょっと驚きですよね。出来上がりました。そしてバニラアイス添えていただきます。大きいです。
りまだあったかいんですけど、それがとても美味しさを増しますし、クラストがサクサクなんだけど重たくなくって、ホロホロとほどけるような軽さです。このサクサク、端っこのサクサクがすっごく美味しいです。これは飽きずに、こんなに大きいのに最後まで食べ進んでしまう美味しいアップルパイなので、ぜひ召し上がってみてください。今日の動画がちょっとでも美味しそう、いいねと思っていただけましたら、高評価ボタン、いいねをお願いします。そしてまだの方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また美味しいレシピご紹介していきたいと思いますので、次回楽しみにしていただけましたら嬉しいです。今日ここまでお付き合いありがとうございました。ではまた。